高沢は20人を超える信者に対し、包丁を机に突き刺してすもんだこともあるという。あなたが話を拒むのはおかしい。私は命を懸けて聖書を立てようとしている。あなたがもし命がけで原理をやっているんだったら、この包丁で私を刺してから、堂々とこの部屋から出ていけばいい。差別元包丁田野日さんが監禁事例についても触れておきたい。東京に住む現役信者の小林宗一郎32歳は過去3度にわたり拉致監禁を体験している。3度目の監禁では彼はロープで縛られたままの状態が続き、ついには血尿を垂れ流すまでに至った。ちなみに彼の両親も戸塚教会に通い、監禁場所での説得に当たったのは清水である。当時の様子を小林はこう振り返る。泣きながら両親に病院に連れて行ってほしいと頼みました。ところが清水牧師が来るまで2日間待てと言うばかり。清水牧師は両親に親戚の人数は揃っているか、病院を監視するため親戚などのつながりのある病院はないかと、私を逃がさないようにすることばかり喋っていました。我が子の病気よりも牧師の言葉を優先させるような親を、その子は再び信じられるようになるだろうか。今回の取材で私が最も荒っぽいと感じたのは、神戸市にある神戸魔教会福音派系の牧師高沢守62歳である。表に掲げた富澤優子38歳、寺田梢32歳の2人は高沢から説得を受けたが、その際差別語を含んだ聞くに耐えない文句を次々と投げかけられている。完全に原理が正しいと思い込んでいるこの姿が精神異常者だ。知恵をくれ、人を殺すような人間だ。6月のナメクジみたいな顔しやがって、殺虫剤で死にかけている。ゴキブリ、屋根裏部屋にいるネズミ。言葉だけではなく、高沢は20人を超える信者に対し包丁を机に突き刺してすもんだこともあるという。あなたが話を拒むのはおかしい。私は命を懸けて聖書を立てようとしている。あなたがもし命がけで原理をやっているんだったら、この包丁で私を刺してから堂々とこの部屋から出ていけばいい。法廷証言より引用。富澤、寺田が起こした裁判では高沢はいずれも監禁の事実を否定している。だが私の手元にある取り組みについてと題された計画書によれば、計画策定の打ち合わせには高沢も参加していることになっている。連れ出すときは猿靴はをし、胸の周りを晒しでくくる。マンションに入るときは猿靴はをして毛布をかぶせて両方から腕を組んで歩いて入る。歩かなければ足をくくり、引きずるか担ぐかしなければならない。統一教会の尾行に気をつけ、おかしいと思ったら無理にマンションに近づかないこと。人混みを何度か抜けるか、遠回りなどで尾行をまいてからマンションに近づき、エレベーターも直接3階を押さず上の階を押してから3階に降りるなど工夫する。これはもはや犯罪の計画書とさえ言えるだろう。この計画は98年7月にほぼ取り組み通りに実行され、高沢本人が監禁場所に赴いている。私が心底恐ろしいと思ったのは、この時監禁されたのが信者夫婦であり、8歳と5歳に至る2人の娘は9ヶ月間にわたって両親から引き離されていたという事実だ。監禁中、母親が子供に会いたいと高沢に訴えた。それに対して彼はこう答えたという。原理の親に育てられるぐらいなら孤児院に入れた方がマシだ。